私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、不安な心を安定させるために、どんなことが役立つかについてのお話です。不安を感じやすかったり、憂鬱な気分になることが多い方に向けた内容ですが、実はこれ、心だけでなく体の健康にもつながっていくので、どなたにもお勧めできることです。では、早速本題に入りますね。まず最初にお伝えしたいのは、不安や憂鬱を感じることが多いときに、心を落ち着かせるには、生活の枠組みを整えることがとても大切だということです。生活に安定したリズムを取り入れる方法の一つが、お決まりのルーティンを持つこと。ここで大事なのは、きっちり決めすぎてしまうような厳しいものではなく、自分にとって心地よく、ほっとできるルーティンを見つけることです。毎日無理なく続けられるルーティンを、なるべく同じリズムでこなしていくことで、心がだんだん落ち着いてきますし、体にも良い影響が出てきます。こんな風に、日々のルーティンを整えることで、心と体、両方が安定した状態へと向かっていきます。心身一如という言葉があるように、心と体は切り離せない関係にあるんですね。ストレスが溜まると体に不調が出てきたり、逆に体の不調が続くと、気分が沈みがちになったりすることも、よくあることです。例えば、精神的なストレスが胃潰瘍や生理不順、過敏性腸症候群、不整脈などの体の不調につながることがありますし、反対に自律神経が乱れることで、不安や憂鬱、イライラといった心の不調が出てくることもあります。つまり、心が体に影響を与え、体もまた心に影響する。だからこそ、心の安定を図るには、体の健康を意識することが欠かせないんです。自律神経というのは、血圧や呼吸といった体内の働きを、自分の意思とは関係なく自動でコントロールしてくれる神経です。この自律神経は、交感神経と副交感神経の2つに分かれていて、交感神経は日中の活動時に、副交感神経はリラックスや休息の時に働きます。この2つのバランスが取れていると、健やかな毎日を送ることができます。でも、現代の私たちの生活は、どうしても忙しくなりがちで、このバランスを保つのが難しくなっているようです。仕事や家事などに追われて交感神経ばかりが働きやすく、副交感神経がしっかり休めていない状態になってしまいます。特に、パソコンやスマートフォンを夜遅くまで使う生活では、ブルーライトの影響で脳が休まらず、交感神経が夜になっても活発なままになってしまうんですね。このような状態が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、心身にいろいろな不調が現れてきます。理想的なのは、朝、太陽が昇ると活動を始め、夜はゆっくり休んで体と心をリセットすること。昼間は元気に動いて、夜はきちんと休む。そんな昼と夜のメリハリが、健康な暮らしにはとても大切なんです。そのためには、起きる時間や寝る時間、食事のタイミングを、無理のない範囲で一定にすることが効果的です。毎日、同じくらいの時間に起きて朝ごはんを食べ、それから仕事や家のことに取り組み、昼食や夕食もなるべく決まった時間に食べるようにする。こうした日々の流れが整ってくると、生活リズムが安定して、自律神経の働きも良くなり、心も体も自然と調子が整ってきます。体の調子が良くなると、
心も落ち着いてきて、不安や憂鬱も感じにくくなっていくものです。もちろん、心が不安定になる理由は生活の乱れだけではなく、他にもいろいろな要因がありますから、これが全ての解決策ではありません。でも、生活リズムを整えることは、間違いなく心の安定にはプラスになります。とはいえ、お仕事や家庭の都合で、決まったリズムを保つのが難しい方もいらっしゃいますよね。例えば、夜勤がある医療従事者の方や、赤ちゃんを育てているお母さんなど、毎日同じ時間に行動するのが難しい場合もあると思います。そんな時は、今のご自身の状況に合ったやり方で、できる範囲でリズムを整えていくと良いでしょう。生活の中にリズムを取り入れていくときに大切なのは、頑張りすぎず、やりすぎず、ほどほどにすること。目標を立てるときも、これが大事な考え方になります。人生って短距離走というよりマラソンのようなもの。頑張りすぎると一時的には早く進めるかもしれませんが、その分疲れが溜まって後が続かなくなってしまうこともあります。だからこそ自分のペースを大事にして無理のない歩みで淡々と進んでいくことが結果的には一番の近道になるんですね。頑張りすぎず、でも怠けすぎず、自分にとって心地よいペースで、ほどほどを意識していくことが、心にも体にも優しい生き方です。それから、ルーティンに取り入れてほしいことがもう一つあります。それは、お日様の光を浴びながら、外で少しぼーっとする時間を持つこと。忙しい方は、たった5分、10分でも構いません。太陽の光を浴びることで、体の中ではビタミン D が作られやすくなって、免疫力がアップし、病気にもかかりにくくなります。それに、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌も促され、心も落ち着きやすくなってきます。何も考えずにぼーっとする時間は、脳のリフレッシュにもつながりますし、精神的にもとても良い効果があります。ぼーっとしてる時間なんて無駄じゃない、と思われがちですが、忙しい方ほど意識してこういう時間を作ってほしいなと思います。ぼーっとすることで、ストレスが和らいだり、気持ちがリセットしたり、新しいアイデアが浮かんできたりと、良いことがたくさんあるんです。決まった時間に外に出るのが難しい日も、お天気のいい時に少しだけでも外に出て、何も考えずにぼーっとする時間を取るだけで、心がほっとしますよ。今回は、不安や憂鬱で心が不安定な時、自分に合ったルーティンを作って、生活の枠組みを整えていくことが、心の安定につながるというお話をしました。特に意識したいのは、できる範囲で、起きる時間、寝る時間、食事の時間を、なるべく一定に保つこと。そして、昼と夜のメリハリをつけて、昼間はしっかり活動し、夜はスマホやパソコンから離れて、ゆっくりと休む時間を大切にすることです。そんな風にオンとオフを上手に切り替えていくことで、自律神経の働きも整い、心の健康も自然と育まれていきます。心と体はつながっていますから、無理のないルーティンを意識しながら、生活リズムを整えて、体の健康を守っていくことが、最終的には心の穏やかさにもつながっていくんですね。どうぞ、ご自身にとって心地よいルーティンを見つけて、心も体も元気にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。これからも心理学の学びを時々シェアしていきますね。応援していただけたら
とても嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。